はいどうも皆さんこんにちは。今回はパリ講和会議とワシントン会議についてお話ししていきます。第一次世界大戦が終了すると世界は平和を求めるようになっていきました。そこで国際的な会議を開き、これ以降の世界をどうするかについて話し合います。これがパリ講和会議とワシントン会議です。ということで、その後の世界の進むべき方向性を決めた2つの会議でどのようなことが決まったのかを確認していきましょう。第一次世界大戦はアメリカの参戦や帝政の崩壊などにより同盟国側の敗北で終わりました。数ヶ月で終わると思われていた戦争は最終的には4年以上続いており、ヨーロッパの国々は疲弊してしまいます。それ以前の世界ではイギリスが世界の覇権を握っていたのですが、第一次世界大戦中に戦場から離れた場所にいたアメリカや日本が力をつけたので、これ以降はアメリカが覇権を握るようになっていきます。ということで、パリ講和会議とワシントン会議はアメリカが主導していくのです。こうして始まったパリ講和会議は第一次世界大戦に勝利した連合国側の5大国、イギリス、アメリカ、フランス、イタリア、日本が中心となって進められていきます。当時のアメリカ大統領だったウィルソン大統領は世界を平和にしようと主張していました。14か条の平和原則です。しかしそれぞれの国にはそれぞれの主張があり、理想的な平和原則を実現することは困難でした。さて、ここで日本に注目してみましょう。日本は第一次世界大戦でドイツと戦って2つの場所を占領しています。なのでこの時の日本の課題はこれらの領有を国際的に認めてもらうことです。南洋諸島はすんなりと話が進みましたが、問題は山東半島でした。なぜならここは中国大陸、中国も戦勝国として第一次世界大戦に参戦しており、山東半島を返してほしいと主張していたからです。こうして日本と中国の間で山東半島が取り合いになっていきます。では他の国はどのような立場だったかというと、イギリスとフランスは日本側についていました。なぜならこの2つの国は日本の山東省の領有を認めることと引き換えに日本に戦争の援助をしてもらっていたからです。となると中国が頼れるのはアメリカです。この時のアメリカの大統領ウィルソン大統領は、強い国が他の国のことを決めるのはおかしいという考えを持っていたので、イギリス、フランス、日本が中国のことを決めるのはおかしいと考えるタイプの人物でした。しかしそれと同時にウィルソン大統領は国際連盟を設立したいと考えていました。もしもここで日本の主張を認めなければ日本が国際連盟に加入しなくなるかもしれない、そう考えたウィルソン大統領は口を挟まないことを決定。こうして中国問題は日本の要求通りに認められ、領土は中国に返還しましたが、ドイツの持っていた権益は日本のものになりました。さて、先ほど言った通りウィルソン大統領は、強い国が他の国のことを決めるのはおかしい、民族のことはその民族自ら決めるべきだと考えていました。このような考えを民族自決と言います。この考え方のもと、ヨーロッパの国境は改められていき、様々な国の独立が認められ、新しい国家が誕生していきました。その様子を見たヨーロッパ以外の国々も、民族自決だ、自分の国のことは自分たちで決めると主張していきます。こうして朝鮮半島や中国でも日本に反発する動きが起きてくるのです。まずは朝鮮半島から見ていきましょう。韓国併合以来、朝鮮半島では朝鮮総督府の下で統治が行われており、日本語の使用を強制され、朝鮮語や朝鮮の歴史、地理の教育は制限されていました。そのような教育に人々は不満を持っていたのです。そんな時に李氏朝鮮最後の皇帝である高宗が急死。その死を弔うため京城には数万の民衆が集合してきます。このタイミングで京城に集まった宗教勢力が独立宣言を発表。独立万歳を叫んで街を行進し始めます。これをきっかけに独立運動は全国に広がり、日本はその鎮圧のため警察や軍隊を出動させました。しかしその際に多数の死者、逮捕者を出し、その後の統治に影響を与えています。ある程度の言論、出版、集会の自由を認めたのです。しかし朝鮮の人々からすると状況が良くなったとは思えません。新しい総督として日本からやってきた人物が爆弾を投げつけられるなど、朝鮮の独立運動はますます強まっていきました。次に中国について見ていきます。中国はパリ講和会議の結果に不満でした。山東省の旧ドイツ権益を日本が継承したことが伝わると、
北京では大集会が開かれて、21か条を取り消せ、権益を返せ、打倒日本帝国主義などの声が上がり、労働者や市民及び学生が一体となって反日運動を展開していきます。その結果、パリ講和会議で決まった条約への調印反対の運動や日本製品のボイコットが中国各地で行われていき、反帝国主義、反封建主義を目標とする新しい民主主義革命が始まっていきます。さて、このように世界各地に影響を与えたパリ講和会議ですが、講和条件が確定すると各地で国ごとに条約を結んでいきます。特に注目されるのがドイツとの間で結ばれたベルサイユ条約です。その内容は、敗戦国のドイツに対して国土の一部と全ての海外植民地を失う、巨額の賠償金支払い義務を負う、空軍の保有を禁止する、陸海軍の大幅な軍備制限を設けるという過酷な条件となっています。これが後に第二次世界大戦につながっていくのです。また、この条約により発足したのが国際連盟です。国際連盟というのは、アメリカ大統領ウィルソンの提唱により作られた国際的な組織です。みんなで協力して平和を維持しようという考えのもと、世界中の国々が集まって設立されました。日本はイギリス、フランス、イタリアとともに常任理事国となっており、欧米列強と肩を並べる存在になりました。しかし、この国際連盟にはいくつか問題があり、今回はその中でも2つを取り上げます。まず1つ目の問題点が主要国の不参加です。先ほどの常任理事国を見て違和感を感じるのは、この中にアメリカが入っていないことだと思います。もちろんウィルソン大統領は加盟したいと思っていましたが、結局アメリカは議会の反対により国際連盟に加盟しませんでした。その他にもドイツやソ連もこの時には加盟しなかったので、国際連盟の実際の影響力はかなり弱いものになってしまったのです。次に2つ目の問題点が制裁手段の不備です。国際連盟はみんなで協力して平和を維持しようという組織でしたが、もしも言うことを聞かない国が出てきた場合でも軍事制裁はできないことになっていました。このように国際連盟には問題点があったのです。こうして日本が強くなり、国際政治での発言力を強めていくと、アメリカをはじめ欧米諸国が次第に日本を危険な競争相手とみなして警戒心を強めていきます。一方で中国は日本を西洋風の帝国主義国として、その民族運動の矛先を向けていきます。つまり日本はこれ以降、西洋の大国と東洋の発展途上国、その板挟みにあって双方から反発と警戒の目を向けられるという苦しい立場に立たされてしまいました。こうして日本に対する警戒を強めたアメリカは、イギリス、フランス、イタリア、日本に対してワシントンで会議をしようと提案。こうして開かれたのがワシントン会議です。イギリスからすると、ロシアとドイツの崩壊で日英同盟はほとんど意味を持たなくなったし、アメリカからするとアジアでの日本の独走を許すわけにはいきません。しかも軍備拡張競争により軍事予算が膨れ上がっていき、どの国も経済的に限界を迎えつつありました。ということでワシントン会議では、東アジアの国際秩序確立、止まらない軍備拡張競争の抑制、急激に成長した日本の抑制、以上のことが目指されていきます。もちろん日本国内にはアメリカが日本に介入することを警戒する人々もいましたが、逆にこの機会にアメリカとの協調関係を強化しよう、国際的な孤立化の危機を回避しようと判断して、海軍大将の加藤友三郎と駐米大使の重原喜十郎を全権として会議に派遣しました。この会議でまず日本、アメリカ、イギリス、フランスが4カ国条約を結び、太平洋の島々の領土保全と安全保障を決定しました。さらにアメリカは、日英同盟は日本のアジア侵略を助長している、日英同盟がある限りアメリカは軍拡をするしかないと主張。軍拡競争に一番困るのは第一次世界大戦でボロボロになったイギリスです。軍拡競争が起きたらついていけないと感じていたことでしょう。ということでイギリスは、軍拡競争はしたくない、日英同盟を破棄しようと考えます。こうして4カ国条約締結に伴って日英同盟は廃棄となりました。さらにこの4カ国にイタリアを加えた5カ国の間でワシントン海軍軍縮条約が結ばれました。主力艦の建造を10年間中止して、その保有量を制限したのです。その保有量は
イギリスとアメリカが各52万5000トン、日本が31万5000トン、フランス、イタリアが各17万5000トンです。比率で考えると、イギリス、アメリカが5の場合、日本が3で、フランス、イタリアが各 1.67 という比率になります。この条約により各国の主力艦建造競争に歯止めがかけられて、日本海軍の88艦隊計画は修正され、建造中のものを含め戦艦などが廃棄されました。またこの5カ国に中国や中国に対して利害関係を持つ4カ国を加えた国の間で9カ国条約が結ばれました。内容を一言で言えば、日本が中国に進出するのを防ぐという内容になっています。中国の主権、独立、領土保全の尊重を宣言し、中国に対する機会均等、門戸開放の原則が取り決められました。これによって中国の政治には干渉しないという原則が国際的に確認され、日本は中国に山東半島の権益を返還することになりました。こうして東アジアにはワシントン体制と呼ばれる新しい国際秩序が形成されたのです。さて、いかがだったでしょうか。こうして世界は新しい国際関係を作り上げ、新しい外交が始まっていきます。日本は新しい国際関係のもと、列国との協調方針を進めており、特にアメリカとの協調関係の確立に努力しました。しかし日本国内にはワシントン体制は日本を押さえつけていると考えて不満の声も上がっていました。こうして日本は国際的に難しい立場に立たされて、国内では不満を持つ人々が現れていくのです。そんな時に関東を大きな地震が襲います。関東大震災です。ということで次の動画では関東大震災についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。